はい、皆様こんにちは。今回のご紹介はですね、SUV が人気を極めている中でも売れているモデルです。トヨタのたくさんあるラインナップの中でも本格派となる1台。はい、ということで今回はトヨタの RAV4 ハイブリッド G とアドベンチャーの内外装をご紹介したいと思います。皆様こんにちは。車好き市場マニアリーマンのタコーンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。そして今回ご紹介する RAV4 は SUV がたくさん各メーカーから出ている中、トヨタのメーカーとしてもたくさんの SUV をラインナップしている中で光る存在だなと思っています。例えばハリアーなどはラグジュアリー寄りのクロスオーバー SUV ですけれども、 RAV4 の方は本格派を担当する SUV、 デザイン内外装を含めてその立ち位置じゃないかなと思っています。今こちら見ているのはハイブリッドの G のグレードのグレーメタリックの車体になります。もう素直に力強さがあってかっこいいですよね。 SUV としてデザインもまとまり感があっていいですよね。見ていて完成度が高いなというふうに思います。今サイドラインから見ていますけれども、リアに回っていく時もこのタイヤ、アルミホイル、そしてモールと SUV らしさが満載だなというふうに思います。そしてトランクの方に見ていきますけれども、内側このように使い勝手の良さそうな素材になっているのと、トランク容量としても580リットルということで収納力も抜群ですね。いいと思います。あとは内装ですけれども、結構こちらも質感高く SUV らしさの内装になっていると思います。早速見ていきましょうか。失礼します。シートメモリもついてるのか、ちょっといいですね。ハイブリッド G のグレードはバランスがいいんじゃないかなと思います。ハンドルはいつものトヨタハンドルですね。でモニターがあってエアコンの操作、そしてシフトレバーということで、こちらのモード切り替えスイッチでエコやスポーツ、ノーマルの切り替えができるようです。細かいですけれども、エアコンの温度調節のダイヤルがですね、なんかアグレッシブなデザイン、手触りになっていて、らしいなと思いますね。後部座席はどうでしょうか。はいはい、ドア内側のデザインもいいですね。そしてシート、こちら合皮ですかね。でもレザー仕上げ、手触りがいいですね。ここの真ん中の座席はかなり柔らかさがあるかなと思います。そして座ってみた時に広さとしても確保されていますかね。ちょっと今後ろにかなり下がった状態ですね、シートが。手触りもいいかと思いますし、ドリンクホルダー出してみるとこのようになっているタイプですね。蓋付きがいいですけど、なくてもいいかなというふうに思います。そして正面に戻ってみて、グレーメタリック結構おすすめの色じゃないですかね。この RAV4 に似合っていると思います。写真で見た時のこの質感良くないですか。続いてはですね、アドベンチャーのグレードも
確認しておりますのでご紹介したいと思います。より SUV らしさ、押し出し感が感じられるモデルじゃないですかね。フロントとリアのスポイラー部分に、特殊なパーツがついていてオフロード感がありますね。そしてモールのところも大きな樹脂パーツがついているので力強さを感じることができます。あとこのブラックのボディ色もいいですね。似合うと思いますね。RAV4 の方はトヨタも力を入れているみたいでグレードがたくさん展開されています。おおよそ大きく分けて8種類もグレードが展開されているようで私も驚きました。その中でこのアドベンチャーがあるのと先ほどご紹介したハイブリッドで G と X のグレードがあるということでそれぞれ内外装やエンジンが変わってくるようですね。このアドベンチャーの内装今見ていますけれどもオレンジのラインが引かれていてよりアクティブ感があるなと思います。ここら辺やっぱりアウトドアも楽しむ方であればかなりマッチするんじゃないかなと。このオレンジのステッチもいいですね。こういったところもちゃんと作られているのがやっぱり人気につながっている一つになってるんじゃないかなと思います。そしてこのアドベンチャーのグレードは新車価格でいうと319万円となっているようですね。先に見たハイブリッドの G は388万円ということで少し価格差がついている感じです。ハイブリッドになると結構値段上がりますからね。やはりですね RAV4 の SUV 感というのを味わうのであればこのアドベンチャーのグレードがいいんじゃないかなと個人的には思います。また燃費もこだわりたい、内装の質感も上げたいということであればハイブリッド G もいいですよね、選択肢として。あとですね RAV4 にはまだ選択肢があって今映しているのがアドベンチャーのオフロードパッケージというものになります。私もこんなにグレードあるんだなと思ってびっくりしていましたが先ほどのアドベンチャーにさらにオフロード用のパーツがさらに追加されていてフロントやサイド、リアのフェンダーが変わっているのとルーフレールもですねブリッジ型になっていたりタイヤもオールテレーン用になっているということでより本格的にアウトドアを楽しめるモデルになっているようです。こういったのもラインナップしてくるところが RAV4 という、SUV の中の立ち位置を表しているんじゃないかなと思いますね。トランクを開けたらトヨタの SUV ラインナップのガイドが入ってますね。6車種あるんですかね。いやー充実してるというか本当に SUV に力入れてるっていうのは分かりますね。そんな中でもトヨタはミニバンから始まり86やスープラもラインナップしているのでそこら辺はさすが王者だなと思いますね。はい、ということで今回はトヨタの RAV4 をご紹介しました。ご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いします。いやー車って本当にいろいろありますね。それでは皆さん良いカーライフを。